レブロン・ジェームズ、挫折に打ち勝ち続け伝説を残したバスケットボールプレイヤー。今回は彼が数ある試練を乗り越え作った奇跡をたどってみよう。僕はレブロン。当時16歳のシングルマザーグロリアのもとオハイオ州アクロンに生まれた。また転校なの？もう4回目だよ。友達にさよならしてきなさい。お金のなかった僕たちは転移を繰り返した。住む場所も見つからず車内泊が当然の毎日。転校を繰り返すたびに仲良くなった友達に別れを告げるのは辛かった。しかしいつもと変わらず公園で遊んでいたある日、君たちアメフトに興味はあるかい？もちろんだよ。これが僕の運命を切り開いた男、ブルース・ケルカーとの出会いだ。なんてこと、ぶっちぎりの速さだ。100ヤード走で1番になった僕、約束通りチームの花形ランニングバックを任された。アメフトの用具買うお金なんてないわ。僕が責任を持ちます。すべて面倒を見る。彼には才能があるんだ。まさに彼は僕の才能に初めて気づいた男だった。こうして僕と母はケルカーの家に居候しながらアメフトを始めた。誰だあの背が高いやつは。速さ、強さが圧倒的すぎる。僕はアメフトでも力を見せつけた。しかしもう無理。こんな生活限界よ。そうだよな。お前にも負担をかけてすまない。こうして居候したケルカーの家を出た。新しい居候先で出会った男、フランク・ウォーカー。フランクは僕にバスケを教えた。あの恵まれた体つきに圧倒的な身体能力。誰だあの少年は。あれはネクストマイケル・ジョーダンだ。中学2年生でチームを全国大会に導いた。入学した小さな高校で行われたゲームでは、レブロンは今まで見てきた中で最強の高校生バスケットプレイヤーです。 NSBN マガジンの全米放送が取り上げるほど注目を浴びた2003年 NBA ドラフト。レブロンならやってくれる。低迷しているチームに光を与えてくれ。大きな期待を背に全体1位指名、キャバリアーズに入団。そして1年目、早速期待に応えた。20.9 得点、5.5 リバウンド、5.9 アシストを記録。その年の新人賞を手にした。順風満帆に見えた僕だが、本当の敵はすぐそこに潜んでいた。キャバリアーズのチームメイトたちだ。カルロス・ブーザーはインタビューでこう答えた。レブロンポジションにはもっといい選手がいるよ。悪口を言われ、ペアでの練習も一人でやらされた。それでも僕は全力で練習を続け、プレーオフに進出した。レブロンが止まらない。念願のファイナルに導いた。チーム最後の25得点を一人で決めた。しかし来たる西地区とのファイナル、スパーズ、チーム力が圧倒的だ。僕はフィールドゴール 35%、4戦全敗となった。レブロンは実力こそある。しかしチームを勝たせられないやつだ。こんなレッテルを貼られた。悔しくも期待に応えることができなかった。そして僕は大きな決断をした。マイアミヒートに移籍する。僕は連勝しに行く。生放送での発表にキャバリアーズのファンは、レブロンはチームを裏切った、そう言ってユニフォームを燃やす者も現れた。同年移籍したマイアミヒートでは、ドイン・ウェット、クリス・ウォッシュ、レブロン・ジェームズ、最強すぎるビッグスリーが揃いやがった。この結成は NBA ファンからさらに反感を買った。俺はいつしか悪者と呼ばれるようになっていた。そして初年度の10-11シーズン、序盤は苦戦しつつもシーズン1位で勝ち進んだ。チーム力にも恵まれた。さらに相手チームの中心選手ノビツキーは体調不良に負傷を重ねていた。マイアミヒートが優位すぎる。しかし結果は2勝4敗。レブロンが失速していた。負けたのはレブロンのせいだ。11-12シーズン、東地区プレーオフ決勝第6戦、3勝2敗。もう後がないマイアミヒート。やはりレブロンはチームを優勝させられない悪役か。絶体絶命の危機に追い込まれたチーム。周りからは非難の嵐。プレッシャーが押し寄せていた。レブロン、静かじゃなか？なんだ、おじけづいたか。それから驚異の集中力を開花。何が起きているんだ？ 45 得点、15リバウンド、5アシスト。圧巻の数字を叩き出し、周囲を黙らせた。プレーオフ最強なパフォーマンスを見せやがった。チームを危機から救った俺は伝説を残した。ビッグ3結成から4年間、チームを4回ファイナルに導き、マイアミヒートは2度の優勝。
13-14オフ。また大きな決断を下した故郷のチーム、キャバリアーズに戻る。マイアミヒートに移籍して4年。悪役と呼ばれてきた僕は、相当の覚悟を決めていた。しかし、移籍後の14-15シーズン、中心選手2人を欠いている。キャバリアーズに勝ち目は44得点、8リバウンド、6アシスト、大活躍を決めた。しかし、チームは不完全な状態。結果、ウォーリアーズに敗れた。翌年15-16シーズン。3敗1勝から逆転なんて無理に決まってる。また今年もウォーリアーズが決めるんだ。当時無敵と言われていたウォーリアーズ。キャバリーズの地元、クリーブランドの人たちは、この街は優勝ができない呪われた街だ。と諦めきっていた。俺は諦めてない。歴史を塗り替えるぞ。こうしてチームは一つとなった。逆王手だ！信じられない！敵地に乗り込んだチーム。僕とチームメイトのアービングはファイナルで初めて同チームから40得点を奪った。絶対に決めさせない。決死のブロックが流れを変えた。フリースロー決まったー！こうして故郷のチームを大逆転優勝に導いた。クリーブランド、この優勝を君たちに送る。故郷チームからの移籍によりついた裏切り者の名。しかしこの時故郷チームのスーパースターとなった。そして2018年レイカーズに移籍。全盛期を過ぎた年齢ではあるが、健康管理を怠らないプレイスタイルも適応させ、今でも NBA のトップの座に君臨する。その後出身地のオハイオ州アクロンにアイプロミススクールを建てた。貧しくて学校を休みがちだった僕のような思いをする子供たちを救いたい。悪役と後ろ指を刺された僕は諦めず伝説を残すとともに、いつしか尊敬の眼差しが向けられるようになっていた。スーパースターとなったレブロンは大逆転優勝後、男泣きをしながらこう語っていた。神はその人が乗り越えられない試練を与えたりしないんだ。なぜ俺なんだとは問わない。これは神が僕に成し遂げてほしいことなんだ。神に与えられた試練を見事に成し遂げたレブロン。彼はこれからも伝説を残していくだろう。